日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は同じように降りると読むのに意味も違うし、使う漢字も違うといういくつかの言葉をご紹介します。皆さん、下ろすと聞くとどんなイメージがありますか？多分、物を上から下に移動させるっていうイメージがあるかもしれませんね。基本的にはその通りです。でも場合によってはそのような移動とはあまり関係がない意味になることもあるんです。この動画を最後まで見ればこれらの言葉の使い分けがわかるようになりますよ。まず上から下に物や人を移動させるときには下ろすでも下ろすでもどちらでもいいことが多いです。例えばこのバッグはもともと棚にありました。でもこのバッグを床の方に移動させるなら何と言えますか？バッグを床に下ろすまたは下ろす。この場合はどちらを使っても大丈夫なんです。どちらかというと下と書く方の下ろすの方がよく使いますが、もう一つの下ろすっていう字を書いても間違いではありません。では最初は簡単な問題です。自分の妹に棚にあるワイングラスをテーブルに移動させてほしいとお願いするとき何と言えますか？ちょっとグラスをテーブルに下ろしてくれる？または下ろしてくれる？と言えますね。これもどちらの漢字を使っても大丈夫です。では問題です。あなたの妹は手を滑らせてしまいました。グラスは今テーブルではなくて床にあります。そしてグラスは割れてしまいました。この時何と言えますか？妹はグラスを床に何々して割ってしまった。この場合床に下ろすということはできません。というのは下ろすというのはちゃんと人間がコントロールして物を上から下に移動させている時にしか使えないからなんです。この時は床に落として割ってしまったと言います。下ろして割ってしまったとは普通は言えません。気をつけてください。で、さっきこの2つの書き方はどちらでもいいことが多いと言いましたが、このうち1つしか使えない場合もあります。では問題です。あるお父さんは子供たちを学校まで送っていきました。学校の前に着いた時、父親は子供たちを車から何々言った。この場合はどうでしょうか？この場合は下ろすこの字しか使えません。普通人や物を乗り物から外に出す場合、下ろすではなくて下ろすの字を使います。次の問題です。あなたはさっき銀行の ATM の前にいました。なぜかというと財布にほとんどお金がなかったからですね。では ATM で何をしましたか？ ATM で5万円何々した。どうですか？これは下という字の下ろすの方を使います。もう一つの方の下ろすは普通使いません。このように銀行からお金を引き出すときには下ろすの方を使います。次の問題です。日本人は天ぷらを食べるときによくこの食べ物も一緒に食べることが多いんです。あなたは自分の妹にこれを準備してもらいたいと思っています。ちょっと大根を何々ってもらえる？この場合はおろす
下の方のおろすの字を使います。もう一つのおろすは使いません。ちなみにこの食べ物は大根おろしと言います。大根をおろしたものだからですね。こんな風に食べ物をこのようなおろし金やすり鉢を使って細かく潰してペースト状にすることをおろすと言います。大根以外にはわさびをおろすこともあります。また大根と唐辛子と人参を一緒におろしたものをもみじおろしと言います。それ以外では離乳食としてリンゴなどの果物をおろして赤ちゃんに食べさせることもありますね。次の問題です。あなたは先月新しく靴を買いました。でも今日までずっとクローゼットの中にしまっていました。今日初めてその新しい靴を履いた場合、何と言えますか？先月買った靴を今日何々した。これもおろしたの方を使います。もう一つのおろしたは使いません。これは今まで使っていなかった新しい服や靴やまた筆を初めて使う時に使う言葉です。でもそれ以外のもの、例えばパソコンとか家電を初めて使う時にはおろすは使えないので注意してください。次の問題です。ある芸能人がスキャンダルを起こしました。そのせいで映画監督は彼にはもう主役をさせないことに決めました。この時何と言えますか？彼は映画の主役を何々された。この場合は降ろされた。でも降ろされた。でもどちらでもいいんですけど、どちらかというと降ろされた、こちらの方がよく使います。この降ろすは誰かが別の人に対して高い地位とか重要な役割をやめさせる時に使う言葉なんです。ところで皆さんは魚をよく食べますか？時々魚は元の形のままではなくて2つの部分に切り分けたり3つの部分に切り分けたりしますね。このことを何と言いますか？魚を3枚に何々。これは下のおろすの漢字を使います。おろすではありません。このように3枚におろすことを3枚おろしにすると言ったり、2枚におろすことを2枚おろしにすると言ったりもしますね。でもこのおろすという言い方は魚か鶏にしか使いません。もし豚肉とか牛肉なら切り分けるなどの言葉を使いますので注意してください。ところで皆さんも気づいたかもしれませんが、これまで出てきたおろすもおろすも他動詞ですね。これらの言葉にはそれぞれ対応する自動詞もあります。それは何ですか？そう、降りると降りるですね。例えば山の頂上から山のふもとに移動する場合は山を降りるということができます。このような物理的な移動の場合は降りるを使っても降りるを使っても構いません。じゃあさっき出てきたスキャンダルを起こした芸能人がもし自分の意思で主役をやめようと決めたならどう言えますか？彼は映画の主役を降りた。こんな風に言いますね。普通はこちらの降りるの字を使うっていう点は自動詞も他動詞も変わりません。でも降ろすという言葉の中に他動詞しか使わない例もあるんです。例えばある業者がスーパーに商品を売って
その商品をスーパーがお客さんに売るっていうことはよくありますね。このような業者のことを代理店とか卸売業者って言うんですけど、じゃあ代理店はスーパーにたくさんの商品を何々している。この文はどうでしょうか？この場合は卸しているこの字を使います。この卸すっていうのは代理店が小売業者に商品を売り渡すっていう意味なんです。ちょっと初級の人にとってはこれらの言葉は難しいかもしれませんが、こういう場合に卸すという他動詞を使います。文法上はこの言葉は他動詞しか使いません。商品が降りるというような言い方はしませんので気をつけてください。またさっき新しい服や靴や筆を使い始めるときに下ろすっていう言い方をするって言いましたけど、この意味の時には普通は自動詞は使いません。例えば新しい背広が降りるなどの言い方はありません。ところで降りるという自動詞にはもう一つ別の使い方があるんです。例えば皆さん海外旅行に行ったことがありますか？ある国に行くにはビザは必要じゃないんですけど、別の国に行くにはビザが必要なこともありますね。もしあなたがビザの申請をしてから何ヶ月も経っているのにまだビザがもらえなかったら何と言えますか？ビザがなかなか何々ない。この時降りないという言葉を使います。高い地位にある団体とか人からちょっと低い位置にいる団体や人にビザや年金や許可などが与えられる時にそれが降りると言います。この時もう一つの降りるっていう漢字は使いません。ただこの使い方の場合も他動詞でビザを下ろすのような言い方はあまりしません。ビザを発給するとか許可を出すのような言い方の方が一般的ですね。じゃあ最後の問題です。もし下ろすという漢字を使うとどんな意味になると思いますか？これは妊娠中絶をするという意味になります。文としては子供を下ろすとか赤ちゃんを下ろすのように使います。この言葉も自動詞降りるには普通はならないので気をつけてください。他動詞の下ろすだけです。はい、わかりましたか？今日はいろいろな漢字で書く下ろすという言葉について考えました。2つの漢字のどちらを使ってもいい場合もありましたが、ある1つの漢字しか使ってはいけない場合も多かったですね。ぜひ今度下ろすっていう他動詞とか降りるっていう自動詞を見たり聞いたりする機会があったらどういう意味で使われているのか考えてみてくださいね。じゃあ今回の内容と関係がある降りる、下がる、下るの違いについてもまた別の動画で説明します。ぜひお見逃しのないようにチャンネル登録しておいてくださいね。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。